本来、アダルトチルドレンは優しいんです。このように言われると、根拠のない気休めを言われたように聞こえると思います。でも、自分で自分を優しくないと感じているのは、小さい頃から憎しみをためにためまくっているからです。アダルトチルドレンは自分は性格が悪いと思っている人が多いのですが、人の幸せを喜べないのも、陰で人の不幸を喜んでしまうのも、先天的な性格が悪いのではなくて、アダルトチルドレンの症状です。憎しみがなくなれば、また本来の優しさが戻ってきます。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。今日はアダルトチルドレンの憎しみについて話します。アダルトチルドレンは機能不全家族で育っているので、憎しみや怒りといったマイナスの感情を抱えていることがあります。でも普通、最初は抑圧しているので、自分が憎しみを抱えているとは気づいていません。何十年も抑圧しているうちに、憎しみは莫大な量へと膨れ上がり、気づいた頃には、憎しみの大きさに圧倒されてしまうかもしれません。自分で自分が怖くなるほどの憎しみです。あまりにも激しい憎しみだから、たまりすぎるととても危険です。自分自身の心や体を蝕むだけではなく、人間関係にも悪い影響を与え、心を悪化させる原因にもなります。莫大な量の憎しみを溜めていては、アダルト・チルドレンからの回復も不可能です。逆に言うと、憎しみが解消できれば世界は変わってきます。なので、アダルト・チルドレンにとって憎しみの解消はとても重要な課題の一つです。今日はその重要な課題の憎しみをどのように処理し解消していくかについて話します。1、アダルト・チルドレンが憎しみを抱えやすい理由。2、憎しみが溜まりすぎるとどうなるか。3、どうすればいいかという対策。4、ポイントの振り返りと補足。5、すぐにできること。このような順番で話します。では、多くのアダルトチルドレンは憎しみを抱えているという話からします。一つの例ですが、アダルトチルドレンは心が未成熟な親に育てられている人が多く、小さい頃から子供なら誰もが持つ本性的な欲求が満たされずに育ってきた人が多いです。本性的な欲求とは、愛されたい、甘えたい、認められたいなどのことです。この欲求はものすごく強い欲求です。だから子供はこの欲求を満たそうといろいろな行動をします。でも心が未成熟な親はこれに耐えられません。うるさい、何甘えてんのとなります。このような親では子供は心が成長できません。逆に愛のある親は子供の喜びが自分の喜びになるので、子供の欲求を喜びながら満たしてあげられます。このように親に喜んで世話してもらえることで心は成長していきます。このように本性的な欲求は子供にとってものすごく強い欲求で、さらに健全な心の成長にも関わっているとても大事な欲求です。このものすごく強く大事な欲求を無視されるどころか、うるさいと怒鳴られて育ったような人は憎しみを持ちます。ただ、小さい子供は親に依存しないと生きられないので、
親への憎しみは意識できません。一人では生きられないのだから、親に見捨てられたら死んでしまいます。このような状況では、自分の生死を握っている人へ攻撃性を向けることはできません。だから、親を怒らせた自分が悪いと解釈して、親への憎しみを意識する代わりに自分を憎みます。これが最初の憎しみです。そして大事なことは、一回だけではないということです。毒親育ちはこのようなことがしょっちゅう起こります。起こるたびに憎しみが加算されていきます。憎しみは心の中に結構たまります。だから何十年もの間に莫大な量の憎しみを貯めている人も多いです。この話には続きがあります。つまり、本性的な欲求を満たしてもらえなかった人は心が成長できません。でも、体は大きくなるので、そのうち学校に行くようになります。小学生ぐらいならまだいいのですが、中学生、高校生となるにつれて、この心が成長していない問題がだんだんと現れてきます。例えば、愛されたい、甘えたい、認められたいなどの欲求が親によって満たされなかった人は、まだその強い欲求が残っているので、すべての人からそれらを激しく求めます。心が成長していないということは、18歳になっていても3歳ぐらいの要求を周りにするということです。つまり、自分だけ得したい、自分だけ楽したいという自己中心性がすごいです。もちろん本人は自分が3歳ぐらいの要求をしているとは気づきません。自分が自己中心的だとは、ある程度心が成長しない限りなかなか気づきません。もちろん周りは自己中心的な自分の欲求を叶えてはくれません。自分の欲求が自己中心的だから周りは叶えてくれないのですが、自分が自己中心的と気づいていないということは、周りがひどい人だと感じます。こうして周りの人をみんな嫌いになります。あの人も嫌い、この人も嫌い。でもこの人だけは大好き。この人だけいればいいや。この人と生きていこうと思っていたら、やはり自分の自己中心的で強すぎる欲求は満たされない時が来るので、その時に急に大嫌いになったりします。この人と生きていこうと思っていたほどなのに、大好きから一気に大嫌いになります。それだけ自分の欲求が激しく強いということです。その分憎しみも強く感じるということです。このように自分の激しく強い欲求は満たされない時が多いのですが、欲求が強ければ強いほど相手を嫌いになります。憎しみをためます。これも一回だけではありません。同じようなことは繰り返し繰り返し起こります。憎しみはどんどん膨れ上がります。まだ続きがあります。小さい頃から愛されなかった人は愛に飢えているので、そして心が成長できていなく依存心が強いので、周りの人に嫌われることをものすごく恐れます。このような人も憎しみを抑圧することが多いです。嫌われることを恐れすぎていれば、その相手への憎しみは抑圧します。こうして不満でも不満と言わずにニコニコして過ごします。ものすごく不満なのに自分を犠牲にしてその場を収めます。
その度に憎しみは加算されています。これも一回だけではありません。何度も何度も不満なことは起こります。毎日毎日憎しみはどんどん加算されていきます。この状態で10年もしたら相当な量の憎しみです。ところが10年どころではない人が多いです。20年、30年、もっとの人もいるかもしれません。こうなれば莫大な量の憎しみです。これは恐ろしいことです。次に憎しみがたまりすぎるとどうなるかという話です。一つ目はストレスによる精神的肉体的病に苦しむことがあります。どういうことかというと、まず憎しみがたまりすぎるとストレスがすごくなります。すごくなるだけではなく、ストレスを感じやすくもなります。つまり、ちょっとした相手の一言に激しい怒りを感じます。激しい怒りなので、その一言をいつまでも恨み続けます。このように慢性的に激しいストレスを感じていると、夜も眠れなくなったり、うつ状態になったり、心の病につながることがあります。また、心と体はつながっているので、頭痛、腰痛、めまい、胃腸の不調、疲れやすいなど体に症状が出る人もいます。このような精神的なことから来ている体の不具合は、病院で見てもらっても異常が見つからず、原因不明の頭痛や、原因不明のめまいや、原因不明の腰痛や、原因不明の疲れやすさなどとして、ずっと症状が改善されないということにもなり得ます。2つ目は、感情の爆発やひねくれた言動をします。人は憎しみがたまりすぎると抑えが効かなくなります。憎しみが暴走しだします。つまり、気がついたら爆発していたということが起こりやすくなります。これは小さい頃からたまりすぎた憎しみが原因です。つまり、今目の前の出来事は爆発のきっかけになっただけです。なので、今目の前の出来事は小さなことなのに、それに対する怒りはとても大きなものです。例えば、子供がすぐに寝なかっただけで怒鳴ったり叩いたりしてしまうとか、これだけ体罰禁止と言われる時代に、生徒が敬語を使わなかっただけで殴ってしまうとか、電車の中でスマホの通話を注意されて、それに逆ギレして刺してしまうとか、やられたことと怒りが釣り合いません。第三者から見ると、すごい怒っているから、すごいことされたんだろうなと思います。でも、なんで怒っているのかがわかると、なんでそんなことでそこまで怒るのと感じます。このように憎しみがたまりすぎている人は憎しみを抑えることができません。憎しみを抑えることができない。でも憎い人に直接怒りをぶつけることもできない。こういう人も多いです。こういう人はひねくれた言動をしがちです。例えば、自分は正義の人だということにして、正義や道徳や愛を主張することで憎しみをぶつけます。自分は何の被害も受けていないのに、俺は正義の人だからあいつを絶対に許せないと騒ぎまくる人もいます。これも
怒りがやられたことに釣り合っているのではなく、また怒りが正義と釣り合っているのでもありません。だから怒りがしつこいし大げさです。また、私はこんなひどいことをされたと事実以上に話を誇張せずにはいられない人もいます。これもたまりすぎた憎しみが出てきてしまっているということです。自分はこんなにひどいことをされたんだと誰かに言うことで、憎い人に間接的に仕返しをしています。3つ目は人間関係がうまくいかないです。前日の通り憎しみがたまりすぎている人は、周りの人にすぐにストレスを感じ、何かもっともらしい理由をつけて周りの人を責め、それもちょっとしたことを誇張して責めます。さらに、このような人は自分の成功を望むだけではなく、相手の失敗も望みます。自分だけが成功することを望みます。ひどくなると、自分の成功を諦め、相手の失敗だけを望む人も出てきます。そして、このようなたまりすぎた憎しみは隠せません。憎しみの言動は抑えて、本人は憎しみを隠しているつもりでも、声のトーンや顔つきや非言語的なことで相手に伝わります。さらに、憎しみがたまりすぎている人は優しくなれません。自分が優しくない人は、相手の優しさになかなか気づけません。これでは、他者とのコミュニケーションや信頼関係を築くことは無理です。このような人も、憎しみをためなければならなかったのにはきちんと理由があり、憎しみをためすぎないと生きてこられなかったんです。悪い人ではないです。でも、憎しみをためすぎている人は、本当の意味での友達はできません。それどころか、嫌われて避けられて孤立していくことが多いです。ではどうすればいいかという対策です。憎しみの処理の前に、まず準備が必要です。準備の一つ目は、依存心を克服する必要があります。誰かに依存していたり、服従していれば、憎しみを処理してもどんどん新しい憎しみが溜まってしまいます。なので最初に、これ以上憎しみがたまらないように自分を変える必要があります。理不尽なことをされたら、なるべくその時に不満を伝えるという姿勢が大切です。これは依存心が強い人には無理です。すぐにはできなくても、依存心を克服することを目指しながら生きていきましょう。準備の2つ目は、感情を内に込めないで外に出す方法を見つけましょう。自分の感情の日記を書くのもいいし、音楽や芸術などを創作するのもいいし、声を出したり歌を歌うのもいいし、運動をするのもいいし、何か安全な方法で感情を外に出す自分なりの方法を見つけましょう。準備の3つ目は、自分を大切にするです。憎しみが溜まっているときは、ストレスホルモンが過剰に分泌され、免疫力が落ちる可能性があります。規則正しい生活をし、きちんと睡眠時間を確保して、適切な休息をとり、バランスの取れた食事や適度な運動をすることを心がけましょう。自分で自分を粗末に扱っていると心のバランスが崩れやすくなりますが、自分で自分を大切にしていると自己肯定感も高まりやすくなります。
自己肯定感が高まると、他人が気にならなくなったり、寛容になったりで、憎しみが軽減される傾向があります。準備の4つ目は、マインドフルネスを身につけておきましょう。何も考えずに深い呼吸をしたり、マインドフルネスのスキルを身につけることで、リラックスしてストレスを軽減することができます。また、憎しみが溜まっているときは、憎しみのことばかり考えてしまいますが、そのような偏った思考に気づき、憎しみを増やさない思考へと変えていくことができるようになります。マインドフルネスのやり方については、アダルトチルドレンが楽になるマインドフルネスという動画を参考にしてください。このような準備が整ったら、いよいよ憎しみの処理です。憎しみの処理の一つ目は、自己実現的に生きることです。しなければならないという義務感で生きるのではなく、したいで生きていると憎しみは解消されていきます。これは心理的に健康的だし、アダルトチルドレンからの回復という意味でも一番いいです。好きなことを見つける、熱中できることを見つけることもとても大切です。アダルトチルドレンは無自覚で生きているとまず克服できません。アダルトチルドレンを克服するには、無理難題を意図的にこなす必要があるからです。だから本気の本気になっていないと無理です。この自己実現的に生きるというのも、好きなことがなく、そして好きなことを探してもなかなか見つからないアダルトチルドレンにとっては無理難題です。無理難題をこなす努力は必要ですが、絶対に無理だというのであれば次の方法を考えましょう。憎しみの処理の2つ目は、抑圧に気づくことです。人は自分にとって都合の悪い思考や感情や記憶を意識から消して無意識化する機能を持っています。例えばこの動画の中で、小さい子供は親に依存しないと生きられないので、親への憎しみは意識できないと言いました。愛に飢えていて依存心が強く、周りの人に嫌われることをものすごく恐れている人も憎しみを抑圧することが多いとも言いました。また、自分が自己中心的とは、ある程度心が成長しない限りなかなか気づかないとも言いました。これらもその機能を使っているということです。専門用語で言えば防衛規制の抑圧です。抑圧は都合の悪いことを意識しないでいいというメリットもありますが、デメリットもいくつかあります。その一つは維持してしまうということです。自分にとって都合が悪いから意識から消しているんですが、その都合の悪いものを維持してしまうことにもなります。なので、憎しみがあるのに憎しみがあると意識していない人は、憎しみを処理することはできません。憎しみを処理するには、抑圧を解消する必要があります。つまり、心の底で憎いと感じているのなら、意識でも憎いと感じられていることが必要です。親への憎しみのような、なかなか気づかない重大な抑圧に気づくと、それだけで何かが変わってくることがあります。これは大きな進歩ですが、でもこれはスタートしただけであって、抑圧に気づけばゴールというわけではありません。自分には何十年もかけて貯めた莫大な量の憎しみがあると気づいたのであれば、
それを見て見ぬふりをするのではなくて、適切に処理をしていく必要があります。そして、抑圧に気づくことが大切とは言っても、思い込みは危険です。例えば、今現在ものすごく不幸だから、これは親のせいだと親に憎しみを持つのは間違っています。原因が違う憎しみを処理しようとしても処理できません。だから自分は莫大な量の憎しみがあると気づいたら、憎しみの原因を探りましょう。具体的に親にあのようなことをされた、このようなことをされた、だから憎しみを持っていると自分の憎しみの原因がはっきりと分かっているのなら、それを癒しましょう。原因がはっきりとしないのであれば、漠然と親への憎しみを持つのではなくて、現実に向き合いましょう。現実に向き合うとは、今の自分に向き合うということです。はっきりしない過去は現実かどうかは分かりませんが、はっきりしている今の自分の症状は現実ということです。今自分は上司が憎くて仕方ないというのであれば、その原因を探っていきましょう。その過程で過去がはっきりしてくることもありますが、過去から入ると間違う可能性が高くなります。憎しみの処理の3つ目は、誰かに話すです。アダルトチルドレンは毒親との心理的対決が必要という動画の中で、これ以上私にあなたの望むような生き方をさせようとするのはやめてください。もう私をコントロールしようとしないでください。今後の人生あなたの言う通りに生きるつもりはありません。このようなことを親に直接言いましょうと言いましたが、何十年もためにためまくった憎しみの場合は、少し慎重になった方がいい人もいます。親が本当にひどい毒親で、縁を切ると決めている人は、直接言うのが一番手っ取り早いですが、親はそこまでひどい人ではなくて、親への感謝の気持ちもあったり、親と縁を切りたくない人は、たまりにたまった憎しみを直接言うのはちょっと危険です。このように正解は人によって変わります。いずれにしても直接親に言うのであれば、たまりにたまった憎しみは別の方法で少しずつ減らして、自分で自分の感情をコントロールできるようになってからにする方がうまくいくと思います。別の方法とは、一番いいのは誰か信頼できる人に話すことです。いつまでそんなことを言ってんだよ。親を憎んだらダメだよ。と正しいことを教えてくれる人に話しても逆効果ですが、こちらの気持ちをきちんと聞いてくれる人に話すことは、感情の整理や憎しみの処理にとても役立ちます。憎しみの処理だけではなく、新たな心の支えや安全基地ができて、アダルトチルドレンからの回復にもとても役に立ちます。なので、信頼できる人に何をされたか、親はどんな人かということを話しましょう。それを話すだけではなくて、その時にどのように感じていたか、そして今どのように感じているのかという自分の気持ちも一緒に話しましょう。でも、アダルトチルドレンにとっては安全基地を作ることがとても難しいです。これも無理難題です。話を聞いてくれる人などいないと言いたい人の方が多いと思います。このような人は安全基地を作る努力も必要ですが、時間はかかると思います。
手っ取り早いのはカウンセリングを受けることです。でもそれは敷居が高いので、自分で安全基地を作りたいという人は、アダルトチルドレンが安全基地を作るにはという動画を参考にしてください。何十年もかけて貯めた莫大な量の憎しみなので、話を聞いてもらえたとしても、一回聞いてもらえばいいのではなくて時間はかかります。自己実現的に生きることも、人に話を聞いてもらうことも、どうしても自分には無理だというのであれば、すでに飲めた感情の日記を書くとか、マインドフルネスなども憎しみを減らしていく方法の一つです。でもさっき話を聞いてもらえたとしても時間はかかると言いましたが、日記やマインドフルネスなどでは、さらに効果が出始めるまでにかなりの時間がかかるかもしれません。憎しみの処理4つ目は、許す心を育てるです。憎しみを抑圧していて、でも意識化するのが怖かったり、意識したくなかったりで許そうとするのは問題が出ます。でも自分は莫大な量の憎しみを持っていると意識できているのであれば、そしてその憎しみの激しさに圧倒されているのであれば、自然に許す心を育てることも大切です。自然に許すです。自分の気持ちを無理やりごまかしなかったことにするのは自然ではありません。自然に許すことによって自分自身が楽になります。今感じている憎しみは自分自身の甘えや認知の歪みや勘違いなどから生じている可能性もあるということを一応頭の片隅に入れておいてください。許しについてはまたいつか別の動画を出しますので、今日はこの辺にしておきます。ではポイントを振り返りながら補足します。アダルトチルドレンは何十年もかけて憎しみをためにためまくっている人が多いです。親に対しての憎しみはもちろんですが、親だけではなくて、自分を取り巻く世界全体への憎しみです。そして自分が憎しみの塊だと気づいている人もいるけど、気づいていない人も多いです。特に依存心が強い人は、あの人が大嫌いとか、あの人に怒りを感じているとまでは意識できても、自分が抱えている憎しみの量にまではなかなか気づきません。気づいたときは、あまりにも激しい憎しみに圧倒されてしまうかもしれません。その莫大な量の憎しみに気づいてしまったら、もうその人との関係を今までのようには続けられなくなるほどの憎しみです。だからこそ依存心が強い時には気づけないのです。気づけないというか、自分で気づかないようにしているんです。無意識で自己防衛をしているんです。でもこのように抑圧していると、憎しみは処理されることがなく、どんどん溜まっていく一方です。何十年もかけて莫大な量の憎しみを溜めてしまう人も多いです。憎しみが溜まりすぎると、不眠症になったり、うつ状態になったり、心を壊します。心だけではなく、原因不明の頭痛や、原因不明のめまいや、原因不明の腰痛や、その他原因不明の何かに悩まされる可能性もあります。そして憎しみはたまりにたまると、陰で嫌がらせをしてしまったり、恋人に優しくしようと思っても恋人の成功を喜べなかったり、人の不幸を喜んでしまったりと、
どんどん嫌な人になってしまいます。また、自分で自分のコントロールが効かなくなります。コントロールが効かなくなるとは、例えば部下を怒鳴るのはやめようと思っていても怒鳴ってしまったり、子供を叩くのはやめようと思っていても子供が言うことを聞かないと叩いてしまったり、ファミレスのアルバイトの接客が悪いだけで現実に合わないほど激しい怒りをぶつけたり、ちょっとしたことで切れてしまったりするということです。たまりにたまった憎しみは、どんなに隠しても、そして本人は隠せていると思っていても、周りには見えています。例えば、本人は、周りは自分を正義の人だと思うだろうと思っていても、第三者が客観的に見ると、被害を受けたこととそれに対する攻撃があまりにも釣り合っていません。そこでどんなに正義や道徳や愛を強調していても、周りには憎しみの人だなというのが見えています。正義や道徳や愛を持ち出さなくても、憎しみの溜まっている人は声のトーンや顔つきなど非言語的なところに現れています。だから周りから避けられるし嫌われてしまいます。さらに憎しみは心を激しく蝕み心を壊します。莫大な量の憎しみがあってはアダルト・チルドレンからの回復も不可能です。このような害悪しかない憎しみですが、適切に対処することで憎しみを処理していくことができます。憎しみが処理できると、優しい自分を取り戻したり、もっと穏やかでまともな人生を送ることができるようになります。本来、アダルト・チルドレンは優しいんです。このように言われると、根拠のない気休めを言われたように聞こえると思います。でも、自分で自分を優しくないと感じているのは、小さい頃から憎しみをためにためまくっているからです。アダルト・チルドレンは自分は性格が悪いと思っている人が多いのですが、人の幸せを喜べないのも、陰で人の不幸を喜んでしまうのも、先天的な性格が悪いのではなくて、アダルト・チルドレンの症状です。憎しみがなくなれば、また本来の優しさが戻ってきます。憎しみの処理の準備としては、依存心を克服すること、感情を表現する方法を見つけること、自己肯定感を高めること、マインドフルネスを身につけることなどが有効です。その準備が整ったら、自己実現的に生きること、自分の莫大な量の憎しみに気づくこと、そして誰かにその感情を聞いてもらうこと、そして許す心を育てることなどが効果的です。でも何十年もかけて貯めた憎しみは1ヶ月や2ヶ月で解消できるようなものではありません。時間をかけて根気強く取り組んでいく覚悟が必要です。ではすぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、憎しみの対象から距離を取ろうです。今憎しみを感じる状況にいるのであれば、憎しみを感じる相手から物理的に距離を取りましょう。でも生活していく上でどうしても離れられない相手もいると思います。そのような相手であれば心理的に距離を取りましょう。
心理的に距離を取るとは、その人のことを重要視しないということです。なるべくその人のことを自分の思考に乗せないということです。無意識のうちに考えてしまっていたら、すぐに違うことを考えて、なるべくその人に触れないようにしましょう。憎しみがたまりにたまっていると、どうしても憎い人のことを考えてしまいがちですが、そのような時は、この憎しみは自分にどんな悪影響を与えているのかと考えてみてください。憎しみを抱えているとストレスがたまり、自分のエネルギーが消耗するし、非生産的な行動をしてしまいます。この憎しみは自分にどんな悪影響を与えているのかと考えるだけでも少し冷静になれることがあります。憎しみを処理できるようになるためには、依存心を克服すること、自己実現的に生きることなどがとても大切です。アダルトチルドレンの依存心直し方や、アダルトチルドレンは自分の人生を生きようなどの動画も参考にしてください。動画のすぐ下の概要欄にリンクを貼っておきます。憎しみの処理は、アダルトチルドレン回復においてとても重要な課題の一つです。今後もアダルトチルドレンにとって少しでも生きやすくなれるような情報を心を込めて配信していきますので、仲間になってくださる方、応援してくださる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。